だからこれも全くワンツーがあってこれで要は相川賞を使ってやったので今度は新人でやろうよねっていう話ですよね。無名の人でも我々が企画をして12の実績を持ってすればやりたいといえば大英も嫌とは言えないわけですよ。だから北村一輝っていうのは今は NHK 出たりそれなりにやってますけど当時まだ北村康っていう名前で大きなプロダクションに入る前の全然無名の男ですよ。いい芝居というかいいキャラクターはしてるんだけどそれを主役でやろうというでしかも、今度は地方のやつが新宿出てくるっていうことにしようと。なんかだから一見つながってないようでもやっぱりそういうところでつながってくるんですよね。で、企画が通って動き出したら行ってはみたものの本当に大丈夫なんかいなという思いがあってで北村も主役ですからね気合い入るわけじゃないですか。でそれらがそのまんま映画の力になってくるわけですよね。要はうまい台本とかうまい企画とかなんかだけが映画を作るんじゃなくてなんかそこにいる生身のスタッフとか役者とかの生身の思いっていうのがなんか分析不能なんだけどその作品の魅力を生み出しているっていうことをこうやりたいなというやっていかないと意味ないなと。もっと映画知ってる人いっぱいいますからね。これはこう来たらこう来るもんなんだよでこっから音楽入れた方が感動するんだよってだから、そこで価値があるって言われてもね面白くないのでだからいつまでたっても映画作るのうまくならないけどまあなんかいるよねっていう存在してるよねってだからでその人間たちにしかなんか作れないようなものが小さな作品でもいいんでこう作れればなという。だから我々の隠し玉っていうか我々が使ってきた役者なんです。で自分たちの使うのでいろんな人が見てで、北村康もともとはね喧嘩の花道という大阪の不良者があってその時にオーディションして全くの新人だったんだけど使ったんですよ。でこいつすげえなと面白いなって要はね貪欲なんですよね。すごいなんかねどういう育ち方をしたんだろうっていうぐらい貪欲なんですよ。飢えてるんですよ。俺は絶対スターになってやるっていう気持ちがこうあるんで珍しいなと今時っていうようなでもそれをガンガン言うんじゃないんですよ。うちに秘めてるんですよね。言う人は結構この業界いますけど一生懸命頑張りました命かけますとか言うんだけどなんかそうじゃなくてそれをね隠してるだけにっていうか言わないだけに迫力があったんですよね。で何本か使ってるうちに他のその中国の超人っていう映画があるんですけどそれをやるときに元木の事務所の社長と話をしてたんですよ。で最近はなんか個性的な役者が減ってきたよねとかっていう話を社長がしててその人はバーニング系の人だからある芸能界の流れを作って元木とか竹中直人とかやってる人でそれに「いや面白いやついるよ」っつってプッとビデオを見せてパンチパーマ当てて眉毛剃ってる状態の北村その1本目のやつを見せてそのビデオを見てもう瞬間に「ちょっと明日会いたいんだけど」ってあってでギャラの交渉もしてその日中にもう決定ですよ。そのプロダクションに行くともうフリーみたいな形でやってたんででやすしって名前が悪いよなって立ち上がって考えて和樹っていう名前に変えたんですけど
それもだから俺が適当に考えたんです。まあ1週間ぐらいかかりましたけどね。でそれから彼は同じ仕事をやってるんだけどマネジメントする人間の力が違ってきたので、大河ドラマに出たりとか、この間もなんか連ドラで上戸彩のお父さん役やってたりとか、浮いてるよなって、目合ってねえよって言われて、ダメだろこれっていうようなねそういう風になってで、まあ、タランティーノのキルビルとかにも出てますよね。だからみんなだから、終わってないんですよね。つながっているわけです。漠然と今回はこういうふうな感じがするんだけどっていう話はしますよね、全体のトーンっていうか。だからそれはその時にいろいろ撮ったりいろいろしてる前の作品のことが影響してたりっていうか、その時の自分がどんな状態かっていうのはかなり影響しますよね。この映画にとって何が大事かっていうことではなくて、その映画と関係ない我々の自分たちのコンディション。だからキャメラマンもこの本読んでこうだっていうよりも、俺は今度こうしたいんだよねとかっていう個人的な事情っていうのは、感覚っていうのはすごく大事にしたいなと思うんですよ。だからこの作品にはこれがベストだっていうことじゃなくて、今の俺たちはこんな風にしてに見える新宿例えば見ると、やっぱりなんか黄色いよねという、前よりもだんだんこの街は黄色く見えてるような気がするみたいな漠然とした話から、じゃあ薄く黄色のフィルター入れといて仕上げの段階でグリーンを抜いちゃうかとかっていう、だからそれは一般の観客から見るとあんまりその目に見えてわからないというか、目に見えてわかるのはね、2本目のあれが台湾の現像所でやったので、日本の現像場と違う色になっちゃうんですよね。なんか汚れた水で洗ってんのみたいな色になるんですよ。それがいいんですよね。台湾映画っぽいんですよ。だからただ放射線なんかおかしなことにね、ずっとあの人はね日本の現像場でやってるんですよ実は。東京現像所っていうとこがあって、そこでやってるんです。台湾では現像しないんで、もうそこで編集もやっていくし、だからあの人は日本にいる時間は実は随分長いんですよ。だからそういうフィルム、同じフィルムを使ってても現像する場所で映画変わるんですよね。なんかでも台湾でやるっていう意味はないわけですよ。その方が安いから、それと便利だから。日本まで生のフィルムのまま持って帰るっていうのはトラブルがあっちゃ怖いから、仕方なくやるんだけど、仕方なくやると仕方なくやっただけの何かプラスアルファがあるんですよ。なんかどうでしょう、個人的に興味があるのは、また同じ台本で今撮ったら、でかつてのスタッフに懐かしいだろ集まろうよって言って撮るとどんなものになるのかっていうのはすごく個人的には興味ありますよね。なんか多分違うものになってんだろうなっていう。ただ実際撮ってみると似たようなものになったりしてね。だからそれを喜ぶべきなのか悲しむべきなのかっていうのはわからないんですが、ただなんて言うんでしょう、あえてそれの続編をというかもう一回リメイクする必要がないぐらい、どの映画にも同じようなテーマがあるし、なんか同じような問題に突き当たるし、だから自然意図的に計算で作った理性で作ったつながりじゃないので、なんかそこからは自分自身はもう個人的な事情でいくと映画からそこは解放されてるんですよね。もうちょっと頑張ると面白くなくていいっていう風になれるかなっていうこいつ面白くないからいいんだよって言われたらかなり楽に作れますよねなんかでその状況で作る映画っていうのと、あ
たしてどんなもんなんだろうっていうで10本出さくかもわかんないけど1本何かそんな環境だからこそできる何か奇跡的なものが生まれたり、それはだから俺の実力とか能力じゃなくて奇跡なんですよね。だからそういうこうただそれほど人生うまくいかないだろうし時間もないわけですよね。だから本当は真剣に映画を作ってる人間だったら今の俺の環境だともっといろいろ悩んで動くでしょうね。海外の人たちと接触していったり積極的にわーっとやってるんですよね。そこはもともと怠け者なんでなんかはあ大変だなこれかって。いやそんなに予算があって打ち合わせたくさんするのめんどくさいなって、その打ち合わせのうちに1本取れちゃうよねとかっていう発想なんですよね。それはもう持って生まれたもんなんで、まあもうちょっとだから年取ってもう本当に焦ればやっぱりなんか取っても取っても飢えてると思うんですよ。でその飢えはやっぱり取れば取るほど募るんだと思うんですよ。取ってないと1本取ることにそれだけでどっかで満足する、取ったっていう行為そのものに満足するし、肉体も久々にそういうふうに動くのでやっぱり疲れるわけですけど、僕らは撮影をしてるっていうのがずっと体の中で普通の状態なので、2ヶ月ぐらい撮影がないとなんかね疲れちゃうんですね。なんか調子悪くなっちゃうんです。それはそんな風にして映画撮るもんじゃないとかなとかいろいろ言われたって、そんなこと言ったってっていうんで関係ねえやっていう世界なんで。もう10日後には撮ってんじゃないですか。15日クランクインかな。で今大変なの京都でこの間終わったんだけど、その前の前のやつの仕上げが2本を並行して編集して CG を作るのにやっぱり一つは3ヶ月以上かかる作品なんで、それを週に2回は6時間ぐらい、もう昼間の仕事を終えてから夜中、要は朝までかけてとか週に2回ぐらいはチェックしていかなきゃいけない。ワンカットワンカット260何カットあるんですよね。一つのカットを作るのにそんだけかかっちゃいますから、これ公開間に合わねえじゃんっていうやべえなーって、そういう環境でじゃあ次はよっぽど何かそういう状況でもやらなきゃいけないものなのかっていうと、テレビ東京の2時間ものなんですよねだからなんでっていうふうに、でもなんかわかんないけどそうなっちゃったんだよねってやることにっていう。でもそこにはそこでまた違う流れがね、松坂慶子が主役で大杉蓮とか山本未来とかですね、徳井優とか西名明子とか、要は V シネマとか映画ではキャスティングしない種類の人がいっぱい出てくるんで、それはそれで楽しいわけ